好适合当老师啊！啊！配音也都好萌啊！甚至还有这种人设加进去。西梅尔是吧？独行侠。这个鱼的这个法杖也好搞笑啊！这难道真的不是二海堂自己吗？他自己做的吗？对，他整个就是像绘本的感觉，就是全手绘。他直接去当老师吧，都可以。难怪跟他自己有一些就是映射的感觉呢。哇，多才多艺啊！无敌了！細かいルールはおいおい指しながら伝えていくのが一番だからな。ま、1日目にしては上出来だな。おおむね我々はよくやったであろう。こういう小さな一歩一歩を積み重ねた上に未来というものがあるのだから。要尾随去他家吗？駅はこっちじゃないですよ。どこまでついてらっしゃるので。どこって桐山の家に決まってるであろう。決まってませんけど、ませんよね。大丈夫。親友の家に泊まるのに何の遠慮がいるものか。しようよ遠慮っていうか親友じゃないか。目前还只是单方面的挚友。他要搬进来了吗？这就是少爷吗？
ざいます。いやー、桐山の家は生活用品がなかなか揃えられないのが気にかかっていてな。良い機会だと思い見繕わせていただいたい。啊，这太暖心了。そうだ、ぜひ使ってくれたまえ。遅くなってしまったけれどね、君への引っ越し祝いだよ。居然还有第二段吗？但是有二海棠这样的朋友真的好暖心啊，他真的就是考虑到你的方方面面呢。就是每一个类型的，他们都只有固定的线路可以走啊。特别好，感觉是很适合给小朋友看的。あの野郎、入らないじゃねえかよ。どうすんだよ、クソ。なーにため息ついてんだ。イッサさん、スミスさん。あれ今日は二階堂は一緒じゃないの？あ、そうだ、NHK 杯見たぞ。お前の対局、図が二階堂の熱い解説。心にちゃんと刻んだか、桐山君。真的是很热情。数々を。やっぱ友情って素晴らしいよな。おっといけねえ。思い出しただけでもツンとくるぜ。放送のあった日、ちょうどうちの師匠の誕生会でさ、夜みんなで録画したやつ見てた。真的吗？他们连吃饭都要看这个吗？还有这音乐。有谁会不喜欢二海棠吗？这种很耗能量的。要更珍惜它呀。啊、我也好想 rap。多分今頭の中は C1 でお前と戦うことでいっぱいだ。頼むよ桐山、二階堂をがっかりさせないでくれ。哦，又是这首歌。真的就只是得一直赢下去啊！
しないのだろうか。前へ前へと進もうと粘るあの熱。そばにいると胸が苦しくなるんだ。ますます自分が嫌になりそう别呀！我有时候也会很羡慕一种高精力人群。ひなもももも楽しかったみたい。肉球パンチを見ま啊，深入人心呢。姐姐真的好温柔啊！あかりさんのその言葉でよぎったのは父の面影だった。小さく前後に体をゆすりながら左手を頬に当てて腕を組む。夢中になると自然に現れる父の癖。その姿を見るのが好き。第一集好像也是。うんと勉強して頭がキリキリとなるくらい頑張らないと見れなかったけど。哦，他多么憧憬他呀！必死に頑張った。優しくて周りに気ばかり使っていつも笑ってた父の何も取り繕ってない本当の顔。父さんが今の僕を見たら何と言うだろう。そうだ。なんで忘れてたんだろう。哦，又想起自己的内疚感了吗？父さんが焦がれた騎士の世界に立っている。不会吧？是香子，还姐姐？京子さん。久しぶりね、レイ。天呐，我真怕他大打出手，应该现在总不会了吧？小さい頃、真昼に雷を見た。水色の空に水銀をポロロと転がしたような淡い閃光。僕はその儚さに心を奪われた。たとえその輝きが消失的太快了呀，那样的光线。重く激しい雨を連れてくるのだとして。倾盆大雨就是他现在来的姐姐吗？元気そうじゃない。どうしてここに？どうして？変なこと言うわね。姉が一人暮らしを始めた弟を心配して様子を見に来るのってそんな不思議なことかしら。駅まで送ります。もう遅いから。なーに？入れてくれないの？せっかく来たのに。なんでよ。风雨欲来啊！なんでって散らかってるし。いいわよ。見せてよ。何もないですよ、見ても。天呐，真的别再伤害灵了。バカじゃない。何もないなら散らかってもないでしょ。ダメです。もう終電が。
冷えたの足が。トイレに行きたいの。もう全部言わせないでよバカ。他一定要这样吗？やっと落ち着いた。ねえ、ここ地区何年？外見はボロっちいのに中は意外に綺麗なのね。築26年。でも大家さんがちょうどリフォームしたばかりで。ラッキーだったわね。我以为他姐会再也不想见到灵了呢。他这个情感还是挺复杂的，他到底是怎么想灵的呢？ありがとう。ねえ、なんでこの町にしたの？あなたこの町に何の縁もないわよね。前一度仕事でこの辺に来て、川が広くて綺麗だったから。川？何？あんた川とか好きだったっけ？川ね。10年も同じ家で顔を突き合わせていても何も知らなかったってわけね。ねえ、寒いわこの家。どうにかなんない？ああ、エアコン古いからあんま効かなくて。うわっ。ああ、勝手に開けないで。あら生意気。何立派な羽布団じゃない。二海棠。引っ越し祝いでもらったんです。ほんともらったばっかなのね。あんたの匂いがまだしない。他还记得灵的味道吗？へえ、すごい眺めね。これで本当に6階？高く見えるわ。川面が低いから。そう、こんなところに住んでたの。一人で探して一人で決めて。ほんとあんたって勝手よ。他自己不是早就独自走了吗？保証人は？神宮寺会長が。やっぱりあの人あんたに甘いもんね。中间还是有隔阂的呀。我怎么觉得姐姐又啊？よかった。傷残らないで済んだ。因为他以前打他吗？啊？所以是哦，所以是后藤当时把他打了，这么恐怖哦。ダメだよ。灵当时是为了救姐姐。してない。手を？私に？まさか。でももしそうなったとして、私がおとなしく殴られてると思う？刺すわよ。寝てるとこ。もう二度と起きれないくらいね。そんなに？え？好きよ。大好きよ。家暴男可不可呀？但是我感觉姐姐其实还是有点依赖灵的，就感觉不只是单单的什么憎恨嫉妒之情吧。眠れなかったの？ダメじゃない。今日対局でしょ、順位戦の。他又知道还有对局。誰だっけ？そうそう、松永さん。何歳だっけ？64、65？よく。他还是很在意将棋什么的，他一直有在关注啊。父さんと指してるの見たことあるわ。しがみつくような将棋。鬱陶しかった。そんなになってもやめられないなんて
きっとほん这会不会也是姐姐的感觉呢？她是不是也还喜欢着将希呢？而且她也知道玲不喜欢。哦，是在映射他当时没有故意输给他们吗？你看他姐姐来的这一段，从音乐到画面都让人太不适了。我真的觉得，就是香子她的这个再次出现，真的完全暴露出她这个原生家庭所给她带来的这个负面影响吧。就是她现在很多，就是不管是她的很歪的三观，或者是怎样，她的这个处理方式，我觉得都就是完全残留着，就是她这个家庭所给她带来的这种影响。就比如说，她就是对这个家暴男执迷不悟，我觉得就多少可能跟她缺少父爱有关系。我觉得一般执着于这种人呢，可能都是因为可能会多少映射自己心中父亲的那个形象。现在看来的话，他们姐弟之间的这个情感其实还挺复杂的，尤其是香子对于玲，感觉她应该对玲，她并不完全是说曾经的那种嫉妒啊、憎恨之情，她其实一定程度上也是会依赖玲。就比如说，她当时玲就是为了救她姐姐于水深火热之中，就不惜就是跟这个姐夫这样的角色大打出手。而姐姐她又挑来这个时间去拜访玲，我觉得一部分应该还是故意为之吧。但是这个故意到底是说故意扰乱他的心神呢，还是说来打点他的情绪呢？都就是有点说不清道不明的。就像他最后所留下来的这一句：“你是个很温柔的人”，我觉得多少也就是回到当时玲为了保护他所做的，会不会是一种比较另类的，类似于安慰、鼓励玲的方法呢？毕竟他这么了解就是象棋线的这个整个赛况等等的，他其实还是一直持续的关注着的，所以他应该也是知道玲的3连败，或者说是可能看出了玲的受挫等等，只不过他所表现出来的方式还是如此的恶意和重伤啊。香子他的这个攻击性还是有些极端的，而且他内心真的是有些扭曲的。虽然我觉得他应该不会真的说什么杀人之类的，但也多少能看出来行为思维上面的一些不成熟的地方，就仿佛非要去寻自己的不开心，非要去这种故意挑衅的感觉。我觉得也是曾经的经历造就了他这种不直率、不坦率的性格，并且能感受到他像是已经习惯的去回避、去逃避了。他这回来弟弟这儿也感觉像是在逃避一些事情，他也会去逃避玲。姐姐真的就是像玲口中的这一道闪电一般吧，其实是有非常美丽的一面的。我觉得玲她看姐姐也是有这一个美好但短暂的这么一面，即使接下来马上到来的就是这种倾盆大雨，就像这一集所刻画出的香子一样，就是又美丽又有攻击性的。只不过她这样处处带刺、充满荆棘的这种相处方式真的很不适合玲呢。不过还是想了解更多她的这个故事和她的这个心境吧，现在可能也只是看到一部分的她。那这一视频要结束了，我们下次再见了，拜拜。